今日は2022年の正月の3日目ということで、お正月の気分の抜けないうちに新年の気持ちを新たにしたこの気持ちを持ったまま基礎的な練習、これを改めてやって遊んでみたいと思います。基本的にはいつもやっている内容です。ですが、新年の気持ちを新たに一つ一つの動きを確認して、そして何よりも楽しんでやっていこうと思います。まずはいつものように直打法、直打法、距離は2軒ぐらい、私はいつも2軒から2軒半とかそれぐらいの距離で練習することが多いです。まずはベーシックなものから。ある程度同じところを狙いました。これぐらいだったらいいかな。ただ2本ちょっと上にずれてしまったのが修正点というか課題ですね。近い距離から後ろに離れながらの打鍵。これね、足の歩きを止めないとちょっと難しいんです。今度は逆に近づいていきましょう。こっちはそんなに難しくないですけれども、近いところから強く2本同時打ち、片手に2本持ってます。片膝をついた状態で打鍵。これはどちらでも変わりません。座りましょう。座打ち、正座。これちなみにもし正座が辛い方はあぐらとかでも構いません。要はその足の力じゃなくて体の使い方を見直すというか、そういった目的が私の場合はあります。少し寒くなってきたので歩きながらの打鍵をします。動きながらですよね。もう一度歩きながらの打鍵。マットの上も乗ってしまいます。さっき一瞬悩んだんですけれども、これがね、本当にちょうどいいところにマットがあるんですよね。あとは足の入れ替え。要は右足を前にしても左足を前にしても同じように打つ。これも体の使い方で、右足を出すだけもいいんですけれども、この左足を引く、これでもやはり同じようにこれは私が意識していることなので、特にこれを覚えて
ほしいとかやってほしいってことではないんですけれども、例えば右足を出す、左足を引く、結果的に同じ形にはなるんですけれども、やはり体の使い方は違います。もしくは右足を出す、これにしても左足で地面を蹴って右足が出ているのか、それとも例えば右足ちょっと浮かせます。この状態で左足を後ろに引きます。そうすると体は前に出ます。こうやっているのか、要は押しているのか引いているのか、これだけでもだいぶ違います。なので一見同じように見えても自分の中の意識は大きく違います。もちろん引くというのも一緒。右足で地面を蹴っているのか、それともこの状態から左足がふっとなんていうのかな、落ちるというか消えるようなイメージで体を動かすか、これだけでも実はだいぶ違います。同じ動きでも意識が違う、そういうこともたまにあります。あくまでこんなこともやっていますという話です。体の入れ替え、体の動きの話をしたところで、体の入れ替えで手裏剣を飛ばす練習。この状態、こっちの壁を向きます。この状態から反対側の壁、つまりカメラ側を向く。その時にジャンプはしない。この状態から体を入れ替える。反対方向も。この体の入れ替えの力って実はすごく強いです。この力を使って手裏剣を飛ばす。足を揃えた状態での打剣。少し下に落ちる力を使ってみましょう。この足を揃える打剣は意外とおすすめなので、もう一度やっておきます。少し距離を伸ばしてみました。これ最初は近い距離でいいと思います。少し落ちる力を使ってみましょう。私の場合、腕力がそんなにある方ではないので、力を出そうと思った時に腕の力に頼ると大した力は出ない。なので体の力を使えるように、この落下する落ちる力、そういったものも使えるようにと思ってこんなことやってます。せっかくですので房付きと巻物付き、以前作って何度か使っているやつですね。これもなるべく同じところを狙ってみましょう。当たり方が怖いですね。続いて巻物、今は房付きでした。巻物いきます。
房付きと巻物付き。基本的な打ち方、ベーシックなというか、なるべく癖のないようにシンプルな打鍵、そういったことを心がけて練習しました。自分の中で基本と思っていることを心がけて、癖がないようにというか、ベーシックな打ち方、なるべくシンプルな打鍵、そういったものを心がけて練習しました。このお正月の3日間終わって、まだ松は取れてませんけれども、この三が日終えて、これからの1年間また楽しく練習できるようにということで、6本使って最後は打鍵をして今日の練習は終わりにしようと思います。この6本は特に深い意味はないんですけれども、ちょっと自分なりの考えあってのものですので、とりあえず6本打鍵します。というわけで今日は基礎的な練習、自分の中で大事にしている基本、そういったものを見直しながら練習をしてみました。最初の方で話した楽しみながらというキーワード、やり始めてみるとやはりどうしても真剣になってしまう。ただそれも一つの楽しさの形だと思っています。こんな形でいろいろと遊んでいますので、もし何か興味のあるようなことがありましたら気軽にコメント欄の方に書き込んでみてください。対応させていただきます。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。